こんにちは、れんすいです。久しぶりに着物着てみました。内カメラなのでね、反対なのは気にしないでください。コメントでも前にいただいたことがありますけど、着物逆に着てませんかっていうごめんなさい、内カメラで撮ってます。あとこのね、9月なのにこの炉の着物っていうのも気にしないでください。もう暑くて普通の着物着てられないです。では今回はですね、葉っぱの描き方をやっていきます。で前回はですね、必ず筆を倒して描きましょうっていうことをお伝えさせていただきました。でこれね、だんだん時間が経ってくるとまた筆が立ってしまう方いらっしゃるので、ぜひね、必ず筆を寝かすっていうことを覚えていただければと思います。でその寝かしたまま、葉っぱを描く、これを今日はやっていきます。いろんな種類の葉っぱだったり、こう折れ曲がった描き方だったりとか、そういったのを全部やっていきますので、今回のこの動画で葉っぱをマスターしていきましょう。では早速描いていきます。葉っぱの基本的な描き方4つですね。まず普通の葉っぱ、2つ目に細い葉っぱ、3つ目に肉厚な葉っぱ、4つ目に枯れた葉っぱ、この描き方をやっていきます。使う筆なんですけど、基本的にあんまりね、小筆でちまちま葉っぱ描くというよりも大きく大胆に描くことの方が多いので、ポストカードサイズでね、小さい絵はがきとか描くときは小筆、これぐらいの小筆でいいんですけど、基本的に葉っぱ大筆で描いていきます。で、ストロークの長い竹とか、蘭のね、葉っぱとか、こう長い葉っぱ描くときは、この穂の長いこの中鋒ですねの筆を使うととても綺麗に描けます。で、今ね、このスターターキットの中に面相筆含めこの4本ね、大筆、中筆、小筆、面相筆ってもうこの4本さえあれば何でも描けますので、これのセットを入れているんですが、この中鋒がですね、1200、300円ぐらい急に値上がりしてしまいまして、そこまでね、初めに高いの必要じゃないっていう方のためにですね、今回、3000円弱で購入できるこの中鋒に変えましたので、全体のスターターキットの金額、気持ち下がりました。今まで使ってた筆、6000円近くになっちゃって、なんか倍ぐらいの金額になってるので、初めからね、そこまでの筆はいらないっていう方はもうこっちで十分ですね。それでもいい筆使いたいっていう方はですね、筆セットの方でそちら購入できますので、それはね、タヌキの毛ですね。で、これはですね、イタチですね。で、イタチもすごい描きやすくてですね、面相筆なんかはもう完全イタチですね。で、コシがあって、張りがあって、かすれとか葉っぱの勢いとかが一番出るのがこういった筆です。またね、この道具の説明しだすとまた長くなりますので、この辺にしておきます。スターターキット気持ち安くなりましたので、ぜひ、そちらでご用意いただければと思います。で、まずですね、普通の葉っぱを描いていきます。で、前回の動画で筆を倒して描く、これは皆様も習得されたかと思いますので、筆を倒してですね、葉っぱを描く。前回もの動画でも一度見せてはいるんですが、もう一度しっかりとゆっくり描いていきます。で、淡墨ベースにとって、濃い墨取ってこうなじませてですね。で、先端にさらに濃い墨を取って筆にグラデーションを作って、型熊の技法ですね。それを作っていきます。もう葉っぱ描くとき基本的にもう型熊ですね。竹とか描くとき両熊とかでね、内脈とかで描く方もいるんですけど、とにかく今日はですね、葉っぱの描き方ですので、型熊で全部いきたいと思います。で、今なじませたので、さらに濃いのを先端に取って今グラデーションを作りました。で、筆を思いっきり倒します。もうここつけてますね。細く入って太くなって細く抜く。これが基本的な描き方です。
で、ここで皆さん疑問に思うことがあるかと思います。これどっちが先端でどっちが根元なのっていうところなんですけど、実際どちらでも大丈夫です。で、葉っぱ描くときに、根元から描く場合と先端から描く場合、描き分けるとしたらですね、先端を鋭く繊細に効かせたい場合は、私は先端から描きます。だけど、勢いを出したりとか、かすれの線を出したいときは、根元から描いてスピードをつけると、こうですね、細く入って太くなって、こういう、最後ね、根元から描くときは、先端をバサってさせて勢いづけたりとか、かすれの線を出したいときは根元から描きます。では次、2番目、細い葉っぱを描いていきます。で、細い葉っぱはこの中方が一番いいですね。穂が長い分、ストロークが長く続きます。お習字もね、そうだと思うんですけど、それは全部一緒で、やはり根元からたっぷり墨がついてないと、すぐね、墨が切れてしまいます。なので、根元からたっぷりつける。で、先端濃いの取って、一回横に振って、また先端濃いの取って、今ここに綺麗なグラデーションができています。で、水分多いなと思ったら、気持ち取ってくださいね。ではね、描いていきます。で、細くても竹みたいな短めの葉っぱは、これもね、細く入って太くなって細く抜く。これ前回やった竹の幹の描き方と一緒で、この横全体使うと太い葉っぱができます。幹が描けました。で、これを今度角度を変えて使うと細い葉っぱができます。こういう面を使うのか、こういう面を使うのかですね。細く入って太くなって細く抜く。こういう角度で描くと太く描けるし、こういう角度で描くと細く描けるっていう、この違いですね。先端のこの鋭いところを綺麗に見せたいときは先端から描きます。で、反対に勢いよく見せたいなっていうときは根元から描いて、このかすれの線を見せる。なのでね、この書き分けはできるようにしていただければと思いますね。で、長い葉っぱ、蘭とか足の葉っぱとか、ストロークの長い葉っぱはですね、どう書くかというと、ここの手だけで書くのではなくて、この肘からしっかりと動かす。もう肘をね、左手でガシッと掴んでいただいたってもいいぐらいですね。ガシッと掴んで、肘から動かす。で、淡墨取って、先端濃いの取って、なじませて、また先端濃いの取って、筆を寝かせて、あんまりね、狭いところで描くと、こじんまりした絵になっちゃうので、結構ね、空間広く取っても、肘ぶつからない、これでもなんかぶつかりますよね。こういうのがあるとね、途中で線が止まってしまうので、なるべく空間開けてですね、肘で、このスライドですね。手だけで描くとヨレヨレの葉っぱになっちゃいます。なので、肘から動かす。線は僕を描くの映画で、横浜流星さん主演のね、映画、師匠の小林東吾さんが監修した映画ですね。あれ実際コロナで少し伸びちゃったんですよね。その間結構練習時間が増えたっていうので、横浜流星さんは、なんかこの四君子とかのこういう葉っぱとかも相当、練習したっていう風に、トーン先生から聞いてますね。なので、やっぱりね、この鋭い線、これ究極の水墨画の線の美ですので、これをね、追求していただきたいなと思っています。
で、このストロークの長い葉っぱに関しても、どちらから描くかっていうところなんですけど、ランとかススキみたいな柔らかい線、しなやかな葉っぱを描きたいときは、根元からスーって描いて、先端に向かって薄くなっていくので柔らかくなります。逆にこの先端の方から描く葉っぱはですね、葉っぱの先端に張りがある、しっかりした葉っぱの時に先端から描きます。それはですね、菖蒲だったりとか、チューリップみたいなね、ああいう肉厚でずしっとした葉っぱとか描くときは、やはり、先端から描くと、いいかと思います。先端からスーって入って、こういうことですね。ここに力強さがあるので、こういうね、柔らかい葉っぱよりも張りがあって力強い葉っぱの時に先端から描く。このね、描き分けだけこっちと一緒ですね。していただければと思います。とにかくね、水墨画は鉛筆法で描く絵画なので、余計な線は描かない。一筆でシンプルに描いていくっていうのにこだわっていただければと思います。で、3つ目、肉厚な葉っぱ。この肉厚な葉っぱはまた大筆で描いていきますね。この描き方の特徴としては2回に分けて描くことで、ぷっくりした肉厚な葉っぱが描けます。まず1回目、普通に葉っぱを描いたら、ここに重ねるように上からもう一重にしてね、描きます。そうすることで、ここの重なった部分ね、葉脈に見えますので、椿とかのこういう肉厚な葉っぱができます。これも、どっちが先端でどっちが根元か、さっきと同じです。先端を鋭く繊細に描きたいときは、こっちを先端にしますね。逆に根元から描きたい場合は、先端をかすれを持たせたりとか勢いがある雰囲気になります。この描き分けです。で、今この使ってる紙なんですが、これ実は二層紙。私が作品とか作る時にもこの紙使ってるんですけど、それをね、カットして使ってます。で、今ね、練習用はこちら、スターターキットの方にはこの手すき2層入れてるんですけど、これはかなり描きやすいですね。とっても初心者にというか、こういう滲みがあんまり出ないので、とっても描きやすいんですけど、この水じわがあまり出ないので、この2回重ねて描く描き方には不向きなんですね。で、これね、伊藤若冲のこの筋目描き、こういうのを描くときは、かなり厚手の二層紙が必要になってきます。なのでね、この動画見ていただいた方、限定でですね、今から1ヶ月ぐらいでご購入いただいた方にはですね、漏れなくこの二層紙、私が本番で使ってる二層紙も10枚ぐらいカットして入れておきますので、おまけ付きということでよろしくお願いします。あと最後ですね、枯れた葉っぱ描きます。で、葉っぱね、このツヤのある、勢いのある葉っぱだけじゃなくて、枯れた葉っぱも描けると、すごく表現の幅が広がりますので、それも最後やっていきます。で、淡墨取って、先端濃いの取って、筆なじませて、で、先端濃いの取って、で、枯れた葉っぱどう描くかというと、思いっきりここでね、水分取ります。水分を取ります。この水分ね、どれぐらい取るかっていうと、それはもう書いてみて、どれぐらい取ればかすれた線が描けるか、紙にもよりますのでね、もうこの余白にね、書いていきます。かすれた葉っぱ。細く入って、太くなって、細くなる。水分を取った筆で、これを書くだけですね。
これちょっとね、取りすぎたなって思ったら、これに失敗はないので、もうこれもありです。水墨画に失敗はありません。失敗かなと思った線を生かす、生きてきますので。ではここにこう、これになんか落ち葉みたいにこう、かすれた葉っぱが地面にいっぱい落ちてるイメージですね。いろいろ描いてみてください。水分を取った筆で細く入って太くなって細くなる。もうシンプルにこれだけですね。このね、これからのシーズンのね、落ち葉とか描くときにね、こういう下の方にサラサラっとこう秋のね景色描いて、下にこう落ち葉が筆のねこの先端とか使ってこうカサカサなね落ち葉を描くととてもね雰囲気が出ますので、私の描いた落ち葉の絵もこれだけでね絵になってしまうので、こういったのも描けるようにしていただければと思います。で、今の葉っぱの描き方4パターンクリアしましたので応用編です。葉っぱがねこう裏側に入ったりとか曲がったりした葉っぱをどう表現するか、これシンプルな描き方でいきますね。先端濃いの取ってグラデーションになりました。で、普通に葉っぱ描きます。そしたらですね、今濃いので筆割と濃いめの墨ついてるので、気持ち水で墨少し取って先端薄い墨だけにしときます。薄い墨にしときます。で、それで、水分取ってですね、こっから別のライン入れます。そうすると、ここでひっくり返ってるように見えます。で、コツはですね、この1本目の線と2個目の線をここつなげることですね。そうすると、裏側が見えてるように描けます。で、長めの葉っぱも描いてみますね。細く入って太くなって細く、ここまで描いたら、ここを一回筆の先端の濃いのを取って淡墨、薄い墨をつけます。水分取ります。で、ここからスーって別のラインをここのラインに合わせて書き足します。こういう表現です。で、反対から書いてみましょうか。これもね、ほんと倒します。下から入ってこう来て、気持ち濃いのを取って書き足しますね。で、お気づきかと思うんですけど、根元から書くと先端が弱くなるので、裏返り方が若干甘くなるんですね。なので、ひっくり返ってるのをこう表現したいときはですね、根元の方から書きます。で、薄い淡墨をここで付け足します。こっち根元ですね。で、先端の方から書くとくっきりしますよね。で、ここにこうつなげていく。そうすると、ひっくり返ってるのがより強調されて分かりやすいですね。鋭い線を描きたいときは、やはりこっちの先端から描く。このやり方で描きます。F2 バージョンの裏側。細い葉っぱの裏。で、肉厚な葉っぱの裏。もうこれだけ描ければ
もうほとんどの花の葉っぱが描けるかと思います。いろんなね、さらにいろんな葉っぱはありますけど、もうこれの全部ね、応用編なので、もうね、ちっちゃい葉っぱがくっついてたりとか、ね、いろんな葉っぱはもうこの描き方で全部細く入って太くなって細くなる。で、かすれが入ったり、にじみが入ったりですね。こういう、もう、今日やったね、この4パターンさえ描ければ、大体の葉っぱが描けるかと思います。で、葉っぱですね、このすべて描いたものは、葉脈とかね、足すと思うんですけど、葉脈はもうこの、最後ね、この濃い墨。面相筆はもうとにかくこの濃い墨だけを使います。もう面相筆はね、細い線しか描かないので、あんまり墨の濃淡の表現いらずに、本当にこの先端だけ使いますので、葉脈ね、描くときとか、細い枝描くときはもうこの面相筆が役立ちます。で、乾くと、葉脈が綺麗に入りますので、最後入れてってみてください。で、この葉脈の描き方でまた様々な葉っぱの描き分けができるんですけど、この葉っぱのね、この墨の枠から気持ち1、2ミリ飛び出して描くことで、桜のね、葉っぱだったりとか、アジサイの葉っぱだったりとか、栗とか葉っぱがトゲトゲした葉っぱにはこういった描き方で、描き分けます。で、今日やったまとめで、普通の葉っぱ、細い葉っぱ、で、肉厚な葉っぱと枯れた葉っぱ、あとひっくり返ってる表現方法ですね。この先端から描くのか根元から描くのかの描き分け。これさえ今回できるようになれば、もうほとんどの葉っぱが描けるようになってるはずです。もみじなんかも、細い葉っぱの描き方の集合体ですね。ぶどうの葉っぱ、1、細く入って、太くなって、細くなる。この描き方ですね。1、2、3回に分けて描く。そうすると、ここに空白ができますので、この描き方ですね。ぶどうの葉っぱが表現できます。で、葉脈描くと、ぶどうの葉っぱになるし、菊の葉っぱなんかは、ギザギザしてるね、葉っぱ。こういう風に、ちっちゃい葉っぱを5回に分けて描くと、菊みたいなね、葉っぱができます。こういう風にもう、さっきの技法で描けるようになれば、もう様々な葉っぱが描けますので、ぜひね、ご自宅でこの葉っぱの描き方、練習してみてください。次回はですね、もうこの葉っぱの描き方皆さん、もう今回の動画で網羅していただけるかと思うんですが、この小林東雲先生出してるこの優しい水墨画、こちらの中の葉っぱの描き方ですね、順を追って解説していく動画を撮っていこうかなと思っています。最終的にこの椿描いてみたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。葉っぱの描き方。1回でね、なかなか難しいかと思うんですけど、何度も動画を見ていただいて、繰り返し練習していただければと思います。で、コメントとかにね、こういったのをやってほしいとかあれば、ぜひ書き込んでいただければと思います。材料に関しては、今私のオンラインショップで、水墨画のセット
売ってたりとか筆のセットとかもありますので、よかったらそちらでご用意いただいて準備いただければと思います。でメンバーシップの方はですね、毎月やっているお教室の内容と同じものをね動画に撮って配信しています。でお教室に通われている方もね、それを予習復習動画として見ていただいている方もいらっしゃってですね、やはりね水墨が上達する上では私のこの手元だったりとか筆の動かし方をね配信で見ていただくことでより上達が早くなりますので、ぜひそちらの方のご登録もお願いいたします。